皆さんこんにちは。私、滋賀県大津市瀬田というところで日本料理寿司マルマンを経営しております青山修司でございます。5月というテーマで細工寿司を3台作らせていただきます。一つはかぶと、勝負、そして鯉のぼりという3台を作らせていただきますので、最後までご覧いただければ幸いに存じます。よろしくお願いいたします。兜を説明させていただきます。だいたい兜は 5.5 センチの幅に正方形に切ります。このイカの種類っていうのは何かモンコイカですね。はい、これが一番しやすいですね。で、どちらかといえば皮目織りをするということです。このようにします。で、折り返し皮目の方を表にしますので、こう折り返します。ただ折り返しすると膨れるところ、そうでないところが出てくるわけで、わずかですけどもちょっとくぼみをつけます。これで一つの形ができました。それではクワガタを作ってまいります。厚焼き卵でこれぐらいの大きさに切りまして、4ミリから5ミリですね。でこれを半分に切ります。でここにクワガタのちょっと切り込みを入れます。そしてこちらからこう真ん中をちょっとこう曲げるわけですのでね、まっすぐではちょっと回りませんしね。はい。でこう置けば大体もうこれで兜の形ができました。その次に吹き返しというのがあります。きゅうりをこのようにしまして、これをここにこう当てるわけですね。これ一応の形ができました。それではシャリをまとめてまいります。これをこう外しますね。そうしましたらこう貼るんですね。でこれを折り返す。そしてクワガタをこう曲げます。そしてアクセントですね。カモンというようなものを丸めて、カモンですね。はい。一応これで出来上がりでございます。こうした仕事というのは家庭でもできるし、子どもさんに喜ばれる作品だと思います。塩麩を作ります。材料はイカと黄身おぼろ、海苔、きゅうりですね。ときゅうり。まず花びらから作ってまいります。もう 100% イカですね。はい。やっぱり丸めるとか、はい、自由に動くんです。で、模様がないので、まず一つはね。はい。こうした花びらを
3枚、あと2枚ね。はい、はい、花びらができました。一応ここで形ができましたね、勝負の。そして真ん中の花びらを作ってまいります。こうしたところにこうえぐみをつけるんです。はい、はい、ちょっとくぼみをこう丸めて、はい、これで2枚3枚できましたね。真ん中を組み立てていきます。ここには黄身おぼろというのが必要ですので、黄身おぼろを手のひらの上に置いて、でここでこう混ぜていくんです。そしてこれをこちらにのせます。そしてきゅうりをはい、これで出来上がりです。はい、もう一遍鯉ですのでね、鯉を作ってまいります。鯉は、イカのこの部分、はい、この部分を利用します。そして一応ご飯に、合わす前に一応の形を作っておくんです。さよりです。これは口元ですね。つきやすいように。そして、この鯉の一つのポイントがお目目です。目玉が一番肝心なんです。黄色にした方が色彩的にね、これいいんですね。目玉の模様ですね。はい。これは今鱗を作っているんです。これで貼ってまいります。そうですね。もうこれはあくまでも目測ですので、自分の感覚で。
大体これで収まるんです。でここにねちょっと首の方と胴の方とちょっと境がいるわけで、ここにピンクのちょっと色をつけるんです。そうです。はい。そうですね。そういうようなところも利点があるんですね。はい。これは今やってるのはエラのところのアクセントです。中高でできましたし。はい。細工寿司というのはそんなに難しいものでなくて、普段食べるものでありますので、私とこ見えた場合でもリクエストとして細工寿司をご指名していただければお客さんに提供させてもらっております。見えた時にぜひとも細工寿司をご指名くださいませ。